こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は総合学園ヒューマンアカデミーイラストカレッジさんの特別講義で添削したイラストを使用させていただいております。今回は3作品あるので、全体をがっつり添削していくというよりも、それぞれワンポイントに絞って、ここさえ見直せばかなり絵が良くなるよっていうピンポイントの処方箋をお伝えしていこうと思います。いつもはね、かなり全体的で複合的な添削なので、人によってはちょっと頭がこんがらがっちゃうかもしれないんですが、今回はポイントを絞っての添削なので、さらにご自分の絵に取り入れていただけるのではないかと思います。はい、そして最初の作者さんは仙台校の糸さんです。作品のテーマはシルバーアクセサリー男子ということですね。スタイリッシュなライティングを意識しましたが、画面が暗くなってしまいました。またアクセサリーが大きくなりすぎないようにしたものの小さくなってしまいました。現実的なサイズ感を残しつつも印象的なキャラクターデザインにするコツなどあれば教えていただきたいです。はい、ということで、すごくかっこいいイラストですよね。スタイリッシュなテーマで描かれた作品です。アクセサリーの大きさもね、そんなに気にならないですね。おそらくこの辺がこう暗く潰れてしまっているので小さく見えているのではないでしょうか。はい、こういう感じ好きな人も多いんじゃないかと思います。そしてどこを添削していくかについても、ご自分でも的確に自分の問題点おっしゃっております。はい、画面が暗すぎですね。特に服の部分が暗すぎてちょっと潰れちゃっていてですね、見えづらくなっていると思います。これね、分かってんだったらなんで明るくしないのって皆さん思うかもしれません。ですがね、これ僕も割と気持ち分かります。これね、アップにするとよく分かるんですが、暗い部分でもね、すごくよく書き込まれているんですよね。で、書き手ってずーっとこの作品をもうこのサイズでずっとよく見ているので、目が慣れちゃうんですよね。なのでその中でこう明るい調子を入れようとすると、ちょっとねこう怖くなってしまって、なかなか明るい調子入れづらくなっちゃうんですね。だからなんか暗いなって思っていても、明るい色を入れるのにためらってしまって、結果的に暗いままで終わってしまうっていうことが結構あると思います。なので1枚目のテーマは明るさの調整ですね。やっていきたいと思います。はい、まず最初に問題だと思うのはこの背景ですね。やってみます。はい、こんな感じです。このキャラクターは全体的に暗いので、キャラも暗い、背景も暗いってなるとかなり視認性が悪くなります。もちろんね、そういうコンセプトの絵もあるんですが、こういう絵はそういう感じじゃないと思います。こういう場合は背景を若干明るくしてキャラが見やすくなるのがいいですね。ポイントはですね、中心に向かって若干グラデーションをかけて、キャラの顔周りだけを周りに比べて明るくしてあげることです。そうすることによってこの辺に視線を集めることができますね。はい、さらに肌色を調整していきます。はい、でですね、肌色はこうやってこう塗りつぶしていってもいいんですが、この絵はかなり丁寧に陰影が描かれているので、この書き込みをねちょっと塗りつぶすのはもったいないですね。なのでこの書き込みを活かしつつ色替えしたいときはグラデーションマップが便利です。Photoshop とねクリスタにはグラデーションマップ機能がありますね。このレイヤーウィンドウのこの部分を押すと、この下の方にねグラデーションマップっていうのがあります。そうするとこういうウィンドウが開きますので、ここでグラデーションマップを作成していく感じです。こんな風にねグラデーションマップを作ってあげると、明るい部分にはこの色、暗い部分にはこの色っていう風にね色を割り当てていくことができます。今全体的にかかっちゃいましたが、これをレイヤーマスクを使って肌色だけに適用していくって感じですね。やってみます。はい、こんな感じです。かなり暗めの肌色になりましたが、今回の場合はキャラのシルエットを強調したかったので、あえて肌の明るい部分は抑えめにして、ちょっとね肌色も服の色と合わせて少し紫がかった肌色にしてみました。こうすることで服と馴染んで一体感が生まれますね。そして問題の暗すぎる服の部分ですね。やってみます。はい、まだですね上半身の途中なんですが、ポイントは反射光を利用してシワを描いていくことでしょうか。どうしてもね黒一色に見えてしまってシワが見えづらくなっていました。このね服の素材にもよりますが、割と光沢感がある布でもいいと思うので、周囲の色を反射して薄いグレーになって反射している部分があると思います。
さあ腕の反射光も描いていきましょうか。はい、こんな感じです。もう一点ポイントなのは腕の上の面とこの下の面、この光の色を変えるってことです。上の面はですね、この上から直接当たる光なんですが、下の面は一旦地面に反射して帰ってきた光なので、この上の面に対してね、これ鈍く暗い反射光になりますね。さあそれを踏まえた上で下半身も調整していきましょう。はい、こんな感じです。ここでも1点ポイントを紹介すると、この辺のハイライトなんですが、こういうですねピンポイントで明るくなるような色って絵描き的にはねめっちゃ入れるのが怖い色なんですよね。なんでかっていうと、ここだけコントラスト差がすごくついているので、すごくねこう目立つ色になるんですよ。だからちょっとでも変だと、あ、変だっていう風にねすぐバレてしまうので、こういう場所を描くときにはかなり集中力がいります。ただそこから逃げ回っているとですね、何の効果もない手数だけを、コスコス入れている、単なる暇人絵師みたいな感じになっちゃうので、ここはね注意しましょう。覚悟を決めてバキッとねコントラストをつけちゃってください。さあ顔の部分、髪の毛いきましょうか。はい、こんな感じです。やっぱりね髪の毛もコントラストはある程度つけた方が光沢感があってツヤツヤした髪の感じの質感を表現できると思います。あとはちょっとこれは好みの部分も入ってくるんですが、顔で気になった部分を直していきます。はい、こんな感じです。特にですね黒目が小さいとちょっとびっくりしたような表情に見えるんですが、唐突にびっくりしているっていうのも変かなと思ったので少し大きくしたのと、あと口の形もですね結構単純化した形になっていたので、もう少し丁寧に折ってあげるとリアリティレベルが上がるかなと思いました。はい、1枚目の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。添削前はね一番目がいく部分はこの明るい肌色の部分だったと思います。この明るい肌色とあと目ですね。ただこの絵ってそこではなくて、シルバーアクセサリーも含めたこの男の子のクールなデザインに目がいってほしいと思います。添削後は肌色というよりもデザイン全体に目がいくように調整できたのではないかと思います。はい、次の作品いってみましょうか。はい、次の作品はこちらです。札幌校モニさんの作品ですね。作品のテーマは昔から共に過ごしているシャチと女の子とのことです。もう少しいい構図があったのではないかと悩んでおります。 SNS でスクロールするときに目を引くイラストを描くにはどうすればいいでしょうか。よろしくお願いしますとのことです。はい、こちらのイラストはですねもうすごくエモい雰囲気を作ろうとしている意図が伝わってきますね。作者のやりたいことがはっきりしているので、表現の土台がしっかりしている方なんだなと思いました。何枚も描かないとねこんなにしっかりとした土台ってできないと思うので、モニさんの絵に対する姿勢とてもね素晴らしいと思いました。でどこを添削していくかなんですが、ですね明暗です。はい、今回はですねもう明暗祭りですね。また明暗かよって思うかもしれないんですが、絵が良くない理由の 90% ははっきり言って明暗さがうまくいっていないからなんですよ。すいません、なんでこの絵が良くないんですかって聞かれたとして、もうねその絵を一別もしないで、それはですね明暗さがうまくいってないからですねって答えておけば大体当たります。マジでこれね大げさじゃないですからね。じゃあこの絵の明暗さどこが問題なのかっていうと、ここの白ですね。ここはですね意味なく明るすぎです。明るい色ってですねその中でも一番意味がある場所に入れるべきなんです。だって一番明るい部分に目がいくから。太陽が一番明るいんだから一番明るくしなきゃいけないのは太陽でしょって素人は思います。全然違います。そのあたりも踏まえて添削していきますね。
はい、まずですね、最初にモニさんも気にしている構図の部分の調整です。この絵がなんか良くないなとモニさんが思うのは、確かに構図の問題が大きいと思います。この構図の問題ですが、ほら、ここ見てください。シャチがこう、ドーンと真ん中にあって、で、この部分とこの部分の面積、そして形ですね、この形。ここがほぼ同じじゃないですか。はい、もっと細かく割れば、この部分とこの部分、そしてこの部分とこの部分の面積が同じと言えると思います。こういう左右対称に近い絵ってですね、なんか動きがなくて、ちょっとつまんないなって思われがちなんですね。なので、ここの面積比に変化をつけなければいけないんです。まずはこうします。はい、水面の位置を下げてカメラ位置を少し低くしました。まだ構図の問題は解決してないんですが、下準備ですね。徐々に構図の問題解決していきますので、変わったっていう瞬間見逃さないでください。さあ、ここから明暗差の調整も同時にしていきます。構図って明暗差が非常に密接に関わってくるので、明暗差も同時に調整していく必要があるんです。明暗差、構図、そして絵のテーマと3つのことを同時に計算していく必要があるので、かなり高度なパズルですよ。やってみますね。はい、まずですね、空の色を若干暗くしつつ、明るい色を後ろじゃなくて前に持ってきました。なぜそうしたのかっていうのはもうちょっとしたらわかると思います。今は先に進みましょう。奥の海も調整していきます。はい、奥の海なんですが、もともと丁寧に描かれていましたが、意外とですね、こういう突飛なハイライトを入れてあげると、水面のきらめきが印象的に表現できると思います。はい、手前の波打ち際も調整していきますね。はい、ここはですね、さっきも言ったんですけど、この手前の波が白すぎですね。明るい白は非常に目を引きます。ですが、この絵のテーマはシャチと女の子、この部分なんですね。テーマがシャチと女の子である以上、それにあまり関係のない白波に一番明るい色を使ってしまうと、2人の関係が薄れてしまうので注意です。さて、シャチも調整していきましょうか。はい、頭の部分を少し前に突き出しているような感じに調整しました。角度をね、もうちょっとこうググッと前から撮影したようなニュアンスですね。それで何が変わるかっていうと、さっき言った構図ですね、ここで変わります。ポイントなのはこのヒレの部分です。ヒレの位置がですね、画面中央にあるとどうしても画面をドンと真っ二つにぶった切っちゃうので、どうしてもね、こう安定的なすごくね、つまらない構図になりがちなんですよ。このヒレをどっちかにずらす必要があるので、撮影の角度を変えて奥に行ってもらいたかったわけです。そんなことまで考えんのって思ったかもしれません。はい、イラストレーターはですね、そこまで考えてるんです。意外と頭使うでしょ。さあ、角度を変えたのでシャチの尾びれの部分も調整です。はい、こんな感じです。ですね、ちょっと実はここで少し迷いました。このシャチ元気ならね、首をこうもたげて女の子にこう寄り添っているような感じにした方がいいかなって思ったんですが、ただですね、この女の子が持っているこの輪っかなんですが、これね、輪っかくぐりの曲芸をするための輪っかだと思っていて、でこれが2人の仲良しの象徴だと思うんですよ。同時にですね、もしかしたら天使の輪にも見えるようにしてるのかなっていう風に勘ぐったんですよね。つまりこの2人のお別れも同時に暗示していて、
それでちょっと女の子も悲しげに見えるような笑顔を浮かべているのかもしれないって思ったので、あえてシャチは生き生きした活力がある感じじゃなくて、なんか太陽が沈むようにもうすぐこの2人もお別れなのかもしれないっていう風にね、そういう想像もできるような余地を少し残しました。はい、最後に女の子の明るさも調整していきます。はい、女の子の明るさも落としました。明るさを落としたっていうよりかは、ここを光らせたかったって言った方が正しいかもしれませんね。はい、2枚目の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。最初から言っていた一番明るい色はですね、どこに持ってきたかっていうと、こことここ、強いて言うならあとはここですね。この輪っかです。はい、この絵はですね、女の子とシャチ、これがテーマなので、一番強調したかったのはこの2人の関係性です。なのでシャチの頭がキランと夕日に輝いている、そして女の子の同じ部分もキランと夕日に照らされて光っている。こうすることで、この女の子とこのシャチはきっと深いつながりがあるんだなっていうことがパッと見て感じられるようになるんですね。そしてふと気がつくと、この輪っかが目に入る。この輪っかって多分輪くぐりの輪っかだから、2人の楽しい時間を象徴している輪っかなはずなのに、なんでだろう、なんかこの絵ってちょっと悲しい雰囲気がある。もしかしてこれ輪くぐりの輪っかにも見えるんだけど、天使の輪っかにも見えるかも。そういえばこのシャチちゃん、あんまり元気なさそうに女の子に甘えるようにしなだれている。もしかしたらそういうことなのかもしれない。もしかしたらお別れの瞬間なのかもしれないな。なんか気づいたら切なくなってきたってね、こう言ってて切なくなってきちゃったんですが、わかりますか？これが明暗さをつけるってことです。ここまでのドラマを明暗さだけで表現できちゃうんですよ。明暗舐めてたでしょ？これが明暗さのパワーなんです。すごいでしょ。さあ、一人で盛り上がりすぎました。次行きましょう。次はこちらの作品、うつろはひとさんの作品です。作品のテーマは、ギャラリーで過去のイラストを絵の中に入れた作品を作ろうと思って制作したものとのことです。なるほど。こういう絵がですね、過去の自分の作品なわけですね。これを1枚の絵の中にいっぱい入れたかったっていうことだと思います。はい、そしてコメント。全身のキャラクターに視線誘導がいかず、散らばってしまったように感じています。少ない色数で表現を広げたい時にどうすればよいのか教えてくださいとのことです。はい、この作品はですね、もうすでに自分の世界観を存分に表現している絵だと思うので、僕からはね、ここをああした方がいいとか、こここうした方がいいとか、そういうことを言うことはないんですが、本人が気にされている視線誘導がうまくいかないっていう部分についての解決法について、僕には珍しく飛び道具を授けたいと思います。はい、さっきまで紹介していた明暗さのコントロールが、筋肉がとにかく足らん、強くなりたいなら筋トレしなさい的なアドバイスだとしたら、今から紹介するのは、このレーザーガンを使えば全員一発だぜ、ふははははみたいな、そういう秘境技です。すごい使い勝手がいいので、頼りすぎには注意してください。でね、この絵、なんでこのキャラクターに視線がいかずに全体に目が散らばっちゃうのかっていうと、これね、とても簡単な理由です。それは、ここの黒とか、ここの黒とか、ここの黒とか、ここの黒、ここの黒、ここの黒、こことかの黒もそうですね。この全部の黒が同じ明るさの黒に見えちゃっているからってことですね。もうね、ここも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 全部一緒の色で、人間の目はまず最初に同じ明るさの黒を追っていっちゃいますから、そういう意味で注意がこうバーッと全体的に広まっていっちゃうわけなんです。もちろんね、これ意図的にそうする場合もあるんですよ。皆さんにね、これは理由を考えてもらいたいので、あえて理由は言いませんが、例えばアート作品なんかは同じレベルの黒を画面全体に散りばめます。でそうやって視線をあえてこう散らすっていうことはするんですが、それはさておきね、この添削ではこの散らばった視線をここにこう寄せてくるっていう、そういうね、飛び道具を授けていこうと思います。はい、まずはやってみますね。
はい、今やったのはとりあえずこんな感じなんですが、これ簡単に言うとですね、とにかく画面全体の黒レベルに差をつけて、キャラクターの黒が一番濃くて他は薄いっていうことをすれば、自然とキャラクターに目が吸い寄せられるので他を薄くしていっているっていうことです。で、今やったのはビビットライトレイヤーを追加して、ブラシでねこの黒の部分を白飛ばししていきました。こんな感じでね、はい、さらにやっていきます。はい、同じく白飛ばしするだけだと画面がちょっとうるさくなっちゃうので、そこまで白くはしないんだけど、少しだけ薄くなっている部分をこうやって作るのも効果的ですね。これはピンライトレイヤーでちょっとだけ変化をつけてあげました。はい、もう少しやってみましょう。はい、こんな感じです。これね、よく見るとわかると思うんですが、この白い部分が変わってます。はい、黒の部分ではなくて白い部分に変化を持たせたってことですね。で、黒と同じく白にも差が生まれた方が視線誘導がねできます。キャラの部分以外の部分をちょっと暗い白にしてあげることで、キャラに一番コントラストがついて、でこの辺はそんなにコントラストがつかないっていうことが発生しますので、視線をこの部分に集めることができます。さあ、これだけでもね十分なんですが、ピンライトとかビビットライトだけだとちょっとね画面が単調になる場合があります。そんな時にはさっきも使ったグラデーションマップが効果的です。こうします。はい、少し違う色味を混ぜたグラデーションマップでさらに画面を汚していきました。さらにキャラクターに視線が集まりましたよね。はい、比較してみるとこんな違いがあります。このね画面端っこの黒にあんまり目がいかなくなって、キャラクターに視線が自然と集まっていくのがお分かりいただけると思います。ただですね、この作業結構楽しいのでついついやりすぎてしまいます。あんまりねやりすぎるとここに視線が集まりすぎてちょっと単調な感じになってしまう場合もあるので、やりすぎだって思ったらですね、一旦冷静になって引き算をするのも忘れないでください。そんな時は追加したグラデーションマップにレイヤーマスクを使ってこんな風にね部分的に消していきましょう。やってみます。はい、いい感じになってきましたね。あとはもうここからは好みの世界なので好きなところでやめてほしいんですが、作者さんがもともと入れているこの赤色ですね、キャラクターのこの際に入っている赤色、これももうちょっと印象的に入れてもいいです。はい、こんな感じで赤でリズムを奏でましょう。で最後これも完璧に好みなんですが、たこ焼きとか食べててね、最後にこうビャーってマヨネーズかけたくなることってあるじゃないですか。そのノリでこんなことをします。はい、最後の添削はこれで終了です。並べて比較してみましょう。はい、カメラトラブルでちょっと自分の姿が映らなくなってしまったんですが、このままいきます。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。全体はね全然変えていないんですが、全体の黒レベルに変化が生まれて画面全体は気になりつつも、なんか一番目がいくのはこのキャラクターっていう感じのバランスに仕上げられたのではないでしょうか。はい、そして今回はグラデーションマップを使う場面が何度かありましたが、グラデーションマップって何よ、そこんとこもっと詳しく教えてっていう人も多いと思います。そんな人はこちらの動画、伝授おしゃれな色1分で塗り終わる方法をご覧ください。グラデーションマップとは何なのか、基本的なところから使い方まで詳しく解説した動画になっております。はい、あっち向いて保養できないのでこのまま終わります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。